こんにちは、児玉修司です。今日はちょっと陶芸で使う道具をちょっと説明、してみたいなと思いまして YouTube させてもらってます。まあいろんな道具があるんですけど、まあ鎌とか、電動のろくろとか、こういうこの手回しろくろ、これ重いですけどこういうのとかいろいろあるんですが、今日は基本的にちょっとこう小道具ですね、ちっちゃい道具をちょっと説明したいなと思って撮らせてもらってます。まず最初に、手びねりの部類でたたらっていう作り方があるんですけど、たたら成形の時に使うたたら板状の粘土を作る道具ですね。こういうたたら板、これを両サイドに置いたり、まあ作家さんとか作り手の方によってはこれを何枚も重ねて両サイドにで、こういうピアノ線でピューッと切って1枚ずつのけてピューッと切ればその厚みの粘土ができたりするんですが、これ僕たたら板は5ミリ、厚み5ミリです。こう5ミリと7ミリの位置を使ってますね。両方20枚ずつぐらいありますかね。5ミリはこれ2枚にすれば1センチなんで、これで大体の厚みはカバーできるんですけど、こういうオーバルのお皿とかを作る時はこの7ミリか5ミリかどっちかを使ってやってます。僕は1枚ずつ伸ばしてやるので、こういう伸ばし棒でこう伸ばして作るんですけど、これも作り手の方によってはたたらき機械式のたたらの板を作る道具があるんですけど、ちょっと僕のところの工房はちょっとそれを置くスペースがないので、その機械は使ってません。手で伸ばしてます、人力で。はい。で、次にですね、まあこれピアノ線、こういうのはまあ大体皆さん粘土をちょっと切ったりするのに使いますね。これはステンレスの、素材ですけど、まあいろんな素材があって、ステンレスは結構強いのでなるべく細いものがいいので、僕の場合は、ちょっと細めのものを使ってます。これ以外にもう一つ細いものも使ったりしてますね。はい、この持ち手のとこは自作です。はい、次はね、このしっぴき、これはろくろで数引きをした時、湯飲みとかをですね塊からドーンと置いて何個も作る時とかに途中で切り離す道具です。こう巻きつけて切り離すので、こっち側に握る棒で紐がこうついてて、水糸がついてて、こうやってこう入れてくるくるっと巻いて引っ張り抜くみたいな感じで使うしっぴきという道具です。まあ使い方はね違うんですけど、まあ同じような役割、土を切り離す道具ですね。はい、で作る時に使うのがこのトンボ。これも大体作り手の方たちは自作でされてると思うんですけど、深さとか直径とかを測る道具ですね。こういうのとかこれが大体湯飲みとかそばちょこぐらいのサイズですね。こういうので測るという道具、トンボですね。はい、で作った後に使うのが作る時に使うのがこのヘラ、木べらですね。これ僕学生の時からも使ってるような木べらですけど、これ確か桜の木だったと思います。はい、これはお皿のヘラですね。実際にはこう握ってお皿を作る時にこう当てたりしてこう伸ばしてくるという感じで、手の跡をきれいにするような道具であったり、これは学生の頃は団子って呼ばれてたりしましたけど、ヘラよりはちょっとこう雑なというか、あんまりこう刃を鋭角に作ってないんですが、僕は今これ結構使いますね。いろんなことに使えるので、伸ばしたりとか、丸みを出したりとかそういうのに使ったりもするので、ヘラも同様団子、ヘラみたいな感じで使ってますかね。はい、で形を整えます。で、ヘラで形を整えたら次これですね。なめし。これはなめし革。
革ですね、これで水に濡らせば柔らかくなりますので、これで口元をきれいにこう挟み込んだりするんですよね。こういう感じで持って回ってる器の口元をこうきれいにする道具なめし、はい、成形はそんな感じでいく感じですよね。まあ竹べらとかも使いますけど、まあ、これは基本的には、僕の場合は掃除する時とかにこう土を取るのに使ったりとか、まあ、あとはこの表面をちょっとまっすぐな作品の時はこう当てたりはしますね。はい、外に当てたりします。で出来上がってきたら今度は、削りですね。削る時はこういうカンナという道具を使います。これ和ガンナって言って輪っかになったカンナですけど、これは比較的柔らかい時に使うような道具ですね。竹べらもまあ削る時に使ったりするんですけど、手びねりとかで削ったり、たたらの時に削ったりするような道具ですね。電動ろくろでそこを形成する時もちょっと柔らかめの雰囲気にしたい時は、和ガンナ使います。でちょっともうちょっとしっかりした形の時、カチッとした形の時はこういう、カンナと呼ばれる、これは帯板っていう板状の鉄があるんですけど、それを自分で加工してこういう風な、カンナを作るんですが、まあ丸っこい先の分とちょっと尖った先の分を作って、これをだいたい駆使して底を削ったりしていきます。これはまあちょっと硬めの土の時、硬めといってもまあ削れるぐらいなんですが、ちょっと硬い時にこういうのを使ってやります。はい。で同じようにちょっとカットしたりする時にこういうカッターの刃を加工した、これはもともとはカッターの普通の刃なんですけど、それをこうちょっとグラインダーで削ってですね、先っぽを細く加工したものを、口元をちょっとカットしたり、たたらの時にカットしたりするのに使います。はい。で、次にハケ。これ僕は釉薬塗るのに使ってます。これが豚のハケ。まあ、このカンバスなんかはちょっとハケのムラが映像では分かりにくいんですけど、出てるんですよね。粗布のイメージなので、この豚のハケを使ってます。はい。でこっちはヤギのハケをこれ使ってます。これはリネン、うちで言うとちょっと薄いグレーみたいなグレージュの器があるんですけど、釉薬があるんですが、それはちょっとリネンの雰囲気を出したいのでちょっと柔らかめなハケを使ってます。この硬さが違う感じですね。はい。でハケで使い分けて釉薬を塗ったりもしています。釉薬はドボッとつける時もあるんですけど、うちで一番人気なこのカンバスなんかは結構全部手で塗っています。はい。いろいろな釉薬の塗り方もあって、コンプレッサーでこう吹きつけるとかそういうのもあるんですが、僕がやってる一番主流なのはこの豚のハケを使って、一枚一枚塗っていくっていう、ちょっと原始的なやり方で釉薬をつけてます。これ弓って言って口のこのカットしたりとか、まあいろんなものをこう土をカットする道具ですよね。こういうふうに土がちょっとあったらちょっと細いんでこうやって切れるんですよっていう道具、弓。これはまあパスとか言ったりするのかな。この針金でできてるのでこうやって一応形を変えることができるので、この直径をですね定規で測っといて、こういうのでこう測っといてですね、で同じような底の大きさを決める時とかに使ったりしますね。はい。これは僕サインを書くのに使ってます。こっち側のちょっと尖った部分で最後に、ネーム彫りする時に、これはちょっと名前僕わかんないですけど、こういう道具もあります。これは陶芸の材料屋さんで買いましたね。まあ何か質問などあればまたコメントなどいただければ嬉しいかなと思います。はい。じゃあ
じゃあ今日は以上な感じで、はい、またチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。